はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。はい、今日はですね、視聴者さん、からのご質問に答える回になります。ですね、今日はね、タイムモアの C2 と C3 で悩んでるんですけど、どういうふうに決めたらというか考えたらいいですかというご質問ですね。これ結構ね、いただく質問なんですよ。なのでね、今日はそれを答えていきたいと思います。まずはね、せっかくなのでコーヒーを一杯いただきます。今日これね C2 で、ひいた豆を入れました。美味しいですね。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。C2 と C3 で悩んでいるということで、はい、でこの動画を撮影している時ですねはもう C2 というのはもうこれから廃盤になっていくんですね、タイムモアの。でタイムモアの C3 というのも今後ちょっと廃盤になってくる時期なので、今出ているのは、蓋の部分ですね、ハンドルの蓋の部分が樹脂ではなくてアルミ製に変わった新タイプの C2S というタイプとC3S というタイプが今出ている状況ですね。で、一応この2つをどっち選んだらいいかということでお答えできればと思います。毎回言うんですけど、あくまでね、このお答えするのは私の個人的見解になりますので、いろんな考えの方ね、いらっしゃると思うので、あくまで参考程度なんですけども、ですね、C2 と C3 っていうのはもう刃が基本的に違うっていう風になるんですね。で、C2 っていうのはもう今までの5枚刃というステンレス刃、数年前まで高性能刃と言われていたね、刃を搭載している機種になります。で、C3S というのは、タイムモアの新しい規格 S2C という刃を搭載したものになるんですね。もう一番端的に言うと C2 より C3 の方がより微粉が少ないと言われているんですね。でより粒度、豆のね切った時のその粒度、大きさですねがより揃えてくれるのが C3 という感じの位置づけになっています。でじゃあ C3 の方がいいんじゃないかと思うんですけども、これがまた難しくてですね、C2 というのは、今でいう C2S なんですけども、根強い人気があるんですよ。でそれはなぜかと言いますと、深入りか浅入りかによってちょっとね考え方が変わりまして、例えば C2S の刃っていうのは深入りの豆が好きな方っていうのは逆にちょっとその微粉があることによってバランスよく入れられて美味しいっていう意見があるんですよ。なので深入りのコーヒーが好きな方、ドリップとかねするの好きな方なんかは C2 を選ばれる方がいらっしゃるんですよね。あえて微粉っていうのは完全に悪かっていうと実はそうではなくて、粒度をある程度の豆のね大きさのものと多少の微粉っていうののちょうどバランスよく入れられるっていうことができるわけですよ。これが全く微粉をなくした場合、その C3 とかその微粉を極力なくしたものっていうのになると思うんですけども、よりね微粉が少ないことによって雑味とかが少なくなると言われるんですね。なのでよりクリアな味の仕上がりになるって言われてるんですよ。なのではっきりしやすいんですよね、C3 の方は。例えば浅入りとかのスペシャリティコーヒーが好きだよっていう方なんかはよりその豆の個性をはっきりとね出してあげるとか、そういうのを楽しみたいっていう方なんかは極力微粉をカットしてその粒度が揃える C3 の方が結構楽しめるんじゃないかなっていう風な考え方になるんですよね。じゃあ浅入りが好きなのに C2 を選んではじゃあダメなのかと言われると、決してそうではなくて、もともと C2 というのも高性能刃として出ていた機種なので別に浅入りでも引いても OK なわけですね。ただ若干その C3 に比べれば少し微粉が多いので、それを雑味と考えるのかバランスよくその豆の個性を引き出すと考えるのかっていうのは個人の意見の差だと思いますので、決して浅入りが好きだからじゃあ C3 じゃなきゃいけないのかってわけではありません。そのよりくっきりクリアにさせるか少しバランスよくやるのかみたいな、そんな感じで考えていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。
で、かの有名なコマンダンテっていうミルがあると思うんですけども、コマンダンテも決して微粉がすごい少ないのかっていうとそうではないんですよね。なんですけど、やっぱり手引きミルの中では本当王者みたいな位置づけにあるじゃないですか。完全に微粉イコール悪という考えるわけではないんですね。そこもそのミルのね、個性というか、を考えながら選んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。ということでね、結論。C2、C3 どっち選んだらいいですか？簡単に考えると、深入りがものすごく好きな人なら C2 からまず入ってもいいんじゃないか。浅入りの方が好きだなっていう方なんかは、まず C3 から入ってもいいんじゃないかなっていうことになります。で、もうちょっとね、コーヒーがね、詳しくなってきたら、その考え方っていうのが分かってくると思いますので、交換というかね、双方違う、もしくは全然違うミルを検討されてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ、各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。